はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、オックスアウトでございます。今日はですね、皆さんに、ソニーから発表された新しい 7200F2.8G マスター OSS2 の、紹介をしていきたいなというふうに思います。7200の G マスターのレンズってだいぶ前からあるじゃんって思うかもなんですけれども、そう、このね7200は2016年に発売された7200の第2世代目となっていて、フルサイズ用の E マウントの、G マスターレンズの中ではですね、初めてリニューアルされる、レンズとなります。で僕のね動画を結構見てくれてる方は、僕がこう広角レンズ大好きっ子だと、思ってると思うんですが、それはもちろん間違いじゃないんですけれども、でも僕がね2本目のレンズとして、持ち歩くことが多いのは実はねこの7200、だったりします。じゃあそしたらですね、いろいろと皆さんにお伝えしていく前にちょっといつも通りではあるんですけれども、このね新しい2世代目の、FE7200F2.8G マスター OSS2 の、作例動画、だいたい1分ちょっとになるんですけれども、まずはねそちらの方をご覧いただいて、その後ですね、詳しいレンズの話に入っていきたいなというふうに思います。また普段広角レンズをメインに使っていて望遠レンズにはあまり馴染みがないという方はですね、ぜひこの望遠レンズだとどう絵が変わってくるのかっていうところも含めてね、見てもらえればなというふうに思います。それではどうぞ。Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours, I never slept. Two silhouettes on the concrete. はい、というわけでいかがでしたでしょうか。やっぱりね使ってみた感じ、さすが G マスターということもあって非常に写りはねシャープで、解像感の高い写真やね動画を撮ることができると思います。実はこの7200ってポートレートに非常に向いているレンズで85mm とか 135mm といった、ポートレートではよく使われる画角をカバーしてるっていうところもありますし、200mm までいくとがっつり圧縮効果を得ることができるので、僕はね動画だけじゃなくてスチル撮影なんかにおいてもこのね7200を使うことがね非常に多いです。で今回はねこの7200の圧縮効果が一体どれだけのものかっていうのを、広角レンズとちょっとね比較してきたので、そちらもね皆さんにちょっと、見ていただければなと思います。今日やっていくのは 16mm と 70mm と 200mm の比較をしていこうかなと思います。この3つのね画角でどれだけその圧縮効果っていうところに違いがあるのか、そういったところをねお見せできればなというふうに思います。よし、じゃあやっていくぞ。はい、じゃあねまずこれがね16mm で、撮影した絵になります。この並木道がすごく奥行き感のある絵になってるかなと思うんですけれども、これを 70mm に変えるとこんな感じでですね、だいぶこのね並木道のさっきまで出口が見えなかったんですけれども、だいぶこれがぐっと近づいてきたかなと思います。でさらにここからカメラを下げて 200mm で撮影してみるとこんな感じでですね、これどうですかね、こう背景がギュッと圧縮されることによって、これだけね絵が変わるんですね。僕が最初に言ってたその、2本目のレンズとしてこの7200を持っていくことによって、絵変わりがするって言ったのがねこれでね分かるんじゃないかなというふうに思います。でさらにねソニーの純正ズームレンズはこういったねテレコンバーターもつけることができるので、これは、2倍のテレコンになるんですけれども、これをつけてあげることによって、7200が一気に140400のねズームレンズに変わることになります。やっぱり 400mm ともなるとかなり寄れて、さらにも圧縮効果も大きくなるので、こんなちっちゃいねテレコンもつけることによって、一気にこう70から 400mm をカバーすることができるので、これもやっぱりね純正レンズの強みの一つかななんていうふうに思います。
前のモデルから大きく進化を遂げたポイントの一つ目として、真っ先に挙げられるのが 435g の、軽量化を果たして、重さがですね、1045g と大幅に軽量化した点ですね。前のモデルが、1480g だと考えると、一気に3分の1ぐらい軽くなってるわけですから、この 24mmF1.4G マスターが、445g なので、だいたいこのレンズ1本分軽くなってるわけですよ。これだけ軽くなればね、手持ちやジンバルに乗せて撮影する際にも、腕が悲鳴を上げるまでのね、時間が伸びるので、よりたくさん軽快に撮影することができると思います。ちなみに、サイズ感はというとですね、ここのレンズの口径が 88mm になっていて、こっちの長さの方がですね 200mm ということで、実はね前のモデルからほとんどこのサイズ感っていうところは変わってません。で今ね僕が持っている、他のレンズと比べると、だいたいこんな感じのサイズ感になってます。オートフォーカスの性能についてなんですけれども、前のモデルからも比べると、4倍の、オートフォーカスの速度になっていて、オートフォーカス用のモーターっていうのも前はね2機積んでいたんですけれども、この新しい、7200は4機積んでいるっていうこともあって、がっちり比較したわけじゃないんですけれども、僕の体感値としては、これまで僕が使ったどの、望遠ズームレンズよりもオートフォーカスはね速いんじゃないかなっていうふうに、思います。ポートレートを撮ってる時なんかでもしっかりとね瞳オートフォーカスっていうのは機能して追従してくれましたし、ピントが暴れるとか、ちょっとねこう動きについていけないなっていうこともね実際にほとんどなかったです。僕みたいにカジュアルにね動画撮影を楽しむっていう人にとってこのオートフォーカスの性能っていうのは非常に重要かなというふうに思うので、そういった意味ではかなり動画にはね強くなったんじゃないかななんていうふうに思います。フォーカスブリージングっていうのはこのピントの位置によって画角がこう微妙に変わってしまうっていう現象なんですけれども、動き回って動画を撮影する際にはですね、そこまで、気にならないんですけれども、ただ望遠ズームレンズは三脚に乗せてねカメラを固定して、風景などを撮るっていうことも多いので、フォーカスブリージングが発生するとすごく目立っちゃうんですよ。でこのレンズはそれがね非常によく、抑えられてるなというふうに思います。フォーカスブリージングっていうのはね動画特有の現象ではあるので、写真を撮ることだけを考えていれば正直このレンズを作る上ではぶっちゃけ無視しても構わないんですけれども、それをレンズ側でしっかりとね対応しているっていうのは、これは動画をやっぱりやる人間にとってはね非常にありがたいですし、ソニーのね動画に対する本気度っていうのが伺えて非常にね僕らとしては嬉しい限りかなというふうに思います。でさらにねこの70-200のレンズは、名称にね OSS って入っていることからも分かる通りレンズ内手ブレ補正がついてるんですけれども、望遠ズームレンズって手ブレが結構目立つので広角と違ってね手持ちで歩きながら撮影するっていうような、レンズでは全くないんですけれども、完璧でなくてもレンズ側でねしっかりと手ブレ補正をかけてくれれば動画を編集する際に後からプラスで手ブレ補正をかけて、でその時のこのクロップ率っていうのをねしっかり抑えることもできるので、そういったところでもね一役買ってくれるんじゃないかなっていうふうに、思います。はい、ではね、最後にレンズ本体の方も少しだけね見ていきたいなというふうに思います。見ての通りですねかなりいろいろなボタンやスイッチがついていて操作性はね非常に高くなってます。詳細はですね概要欄の方にある公式サイトの方から確認いただければなというふうに思うんですけれども、いくつかね僕が良いなと思った点を、ピックアップしてご紹介すると、まずねカスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンっていうのがね3つもついているっていうところと、あとはこのフルタイム DMF というオートフォーカスの後にフォーカスリングを回すとピントをね微調整できるといった機能もついてます。さらにね、望遠ズームレンズでは珍しくこのね絞りリングもついているので、絞りの調整をレンズ側でやりたい人にとっては非常にね便利なんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり望遠ズームレンズってスポーツだったり動物などのこのシャッターチャンスがねほんの一瞬といったジャンルでね使われることが非常に多いレンズなので、そういったところからね非常に操作性は考え抜かれてるなっていうふうに、感じました。はい、というわけでね本日のまとめになるんですけれども、この新しく、モデルチェンジした 70-200F2.8 のね G マスターのレンズなんですけれども、非常に軽量化していて、動画にも向いているレンズかなというふうに思います。
やっぱりね、なんといっても大きな圧縮効果を得られるっていうのが、一番の魅力かなというふうに思うので、この新しい G マスターでも、1個前のものだったり、G レンズ、ソニーのね純正レンズには70-200は結構いろいろラインナップされているので、ぜひね皆さんもね一度試していただけたらなというふうに思います。はい、では本日の動画は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。ピース。